はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。2024年も暮れですが、いかがお過ごしでしょうか。というわけで、今日は、久しぶりに、DVD8.4.0 バージョンまでの、ハウンドマスターまでですね、キラーティア表を作っていこうと思いますと。で、今回は、ちょっと英語圏の方にも見てもらいたいなと思ってるので、英語字幕つけて出そうと思います。あくまで僕がプレイしたアジア圏でのキラーティアを出していこうと思いますので、ぜひね、皆さんの思うこともコメントどしどしいただければと思いますし、英語圏の方も英語で書いていただいて全然大丈夫ですので、ぜひ自分たちの、文化圏とのティアの違いを楽しんでみていただければと思います。で、あくまで前提条件をまず揃えることがとても大事だと思いますので、前提を置こうと思うんですが、このアジアサーバーで僕がプレイした時に感じる主観のティア表という感じで作っていきます。で、SABCD のそれぞれのランク付けですが、S ランクはマップを選ばずどこでも全滅を取れる強いキラーという定義でいきましょう。A ランクは、比較的マップを選ばずちゃんと全滅取るビジョンがしっかり見えるキラーが A ランクかな。B ランクはちょっと難しいんだけど、可もなく不可もなくということで一旦中間層として置いておきましょう。で、C ランクはマップを引き分けると、途端にきついイメージがある。全滅のイメージが全然湧かなくなるキラーたちが C ランクかな。で、D はもうマップとか関係なく、どこで使ってどういう条件でも全然全滅を取れるイメージが湧かないキラーっていう感じかな。はい、そんな感じでじゃあ作っていこうと思います。じゃあ一個一個置いていくところは別にいらないと思うんで、とりあえずバッと並べるところまでスキップして、左の方が強いっていう内訳にしましょう。この中だとね。はい。じゃあ、というわけで、並べ替えてみました。ざっくりですがこんな感じです。一応同じディアの中だと左ほど強いという評価をしてますが、結構、ふわふわしてるというか、同じティアの中での左右は入れ替わっても全然おかしくはないかなっていうイメージで置いてますね。はい。というわけで、まず上から見ていきますか。ナースブライトはそんなにいろんないのかなと思うんですが、日本でも英語圏でも強いキラーだと思いますと。で、ツインズは、もともと強かったんですけど、最近の狩りの興奮の情報とかがあって、より暴れる機会が増えたかなっていうのと、野良だと相当対策が難しいので、ツインズもかなり上に置いてます。ほとんど負けないかな、今使ってて。マップもほぼ選ばないしね。で、A ティア、ほぼどのマップでもちゃんと全滅するビジョンが見えるなっていうキラーたちですね。で、ここら辺の左右は入れ替わっても別に違和感ないかなと思うんですけど、シンギュラレースは、ほとんどマップを選ばなくて、シンギュラが一部室内ちょっと苦手かな。レディ記念研究所とか、小学校とか。なんだけど、相当パワーがあるキラーたちだと思います。で、リンも能力的にはめちゃめちゃパワーがあるんだけど、環境、ちょっと逆風だよね。鋼の意志が強かったり、オフレコ一生強いままだったりするので、使いこなせれば強いんだけど、難易度も含めるとこの辺かなっていう感じですかね。で、セノバイトは最初の痛みがあるので、それで結構上位にいる感じかな。リッチも能力調整されて強化されたし、それも含めてかなり強いところにいると思います。で、ハウンドマスター、新キラーで、今イベントで使えないのちょっと残念なんですけど、強化に次ぐ強化が入って、正直この辺上げてもいいかなぐらいなパワーはあると思いますね。移動巡回早いし、チェイス力も全然あるし、で、その辺の能力もまだまだ改善の余地があるというところで、かなり強めなキラーだと思います。プレイグは、マップを選びづらいっていうところかな。っていうところと、常に負傷を作れるっていう安定感でこのように置いてますね。で、ダークロードは、本当はもうちょっと上にいたんですけど、メデューサの髪が弱体化されちゃったんで、それでだいぶぐーっと手は落ちたかなって感じですかね。正直ちょっと B と行ったり来たりしてもおかしくないぐらいかなって気がします。で、アンノーンは、抜け殻の管理がしやすくなったことで、テレポートがうまく使えると結構マップを選ばず戦えるいいキラーになったかなっていう感じですね。チェイス力が高いとは正直言い難いんですけど、UX ちょっと難しすぎるからね。はい。じゃあ次 BTR かな。BTR の中でも上位の方のメンバーたちは、別に戦えるイメージは全然湧くんだけど、鬼に関しては爆発力はあるけど、マップ依存も結構あるし、あとはもう初動一発殴られる前にちゃんと板倒すっていう対策が取られてる人たちと当たると、明確な負け筋がすごく見えて、1人目ダウン取った時にはもう3台ついて、能力一発化したら終わりみたいなのがよくあるんで、ちょっと B に下げてますね。パワー的には A 行ってもいいのかなっていう気がする。ドレッジもかなり強化されて良くなったんですけど、マップ依存がちょっと激しすぎるので、どうにもならんマップが結構あるっていうので、この辺に置いてますね。マイケルもかなり良くなった。が、立ち目目とか最強ワードもナーフされちゃったんで、
まあ、もっと下にいたんだけど、結構上がってきた、使いやすくなったキラーかなと思いますね。ドクターも、放電爆破の調整だけでだいぶ伸びましたね。現実的に苦悶の根源、ピエロ、ずさんな肉屋とか使いやすいキラーで、まあ、正直カニバルとかより使ってて負けないですね、ドクター。かなり強いキラーだと思います。まあ、ただ、チェイス力はやっぱ限界があるんで、負け筋は全然見える。まあ、この辺のキラーたちは負け筋がすごく見えるって感じかな。強いキラーなんだけど、こうなったら負けるよね、どうにもなんないよね、みたいなのがすごくイメージつくキラーたちっていう感じかな。ナイトもまあ少し調整入ってよくはなりましたが、相変わらず挟み撃ちしないとチェイスはダウン取りづらいので、衛兵に一発殴られないサバイバーたちが集まるとちょっとどうにもできないかな。で、クラウンは葉巻の箱がまだ許されているので、アドオン的にはかなりいいんですが、まあ、チェイスはなんだかんだ、いざ倒してれば時間かかるっていうところと、チェイス判定が入ってなくても瓶の割れる音で移動とかも分かりやすいというので、そんなに手は高くないです。デモゴルゴンはこの間の調整でワープが速くなったんで、まあ、かなり奇襲性能は上がったんですが、まあ、とは言っても、まだまだ器用貧乏感というか、チェイスズバ抜けて強いみたいな感じじゃないからね。強いけどね。で、ネメシスは、ちゃんと初動でレベル上げることができれば、チェイスは強いキラーなんだけど、まあ、やっぱり3発殴って、複数人を均等に吸ってるほどの余裕はないので、まあ、トンネルがちゃんとできれば強いキラーかなって感じですかね。はい、CTI 以降。まあ、こいつらはもう明確に負け筋が結構見える人たちなイメージかな。あとマップ引き負けたらもう終わりみたいな。アーティストは性能自体はすごくいいんですけど、まあ、階層のあるマップが多すぎるかな。多分7割、8割ぐらいのマップは階層があって、すごく使いづらいことになっちゃってるんで、マップに殺されててちょっとかわいそうなキラーかなと思いますね。で、ウェスカーも、まあ、弱いわけじゃないんだけど、ちょっとチェイス能力物足りないよね。まあ、この前ちょっと、トークンのリチャージが早くなる強化は入りましたが、感染のデメリットが減っていたり、その辺の弱体化が前に入ってるんで、それも含めて正直強くはないなって思います。ハントリスは、まあ、マップ依存かな。火力は高いし、上手い人が使うと強いのはもちろんわかるんですが、マップ依存が結構激しいので、この辺に置いてますと。デスリーはちょっと心音24メートルに返してあげないと、ちょっと上には行きづらいかな。まあ、玉虫色のコインだけでちょっと息してるぐらいな勢いだと思います。で、ヒルビリーとかは多分英語圏評価というか、海外評価めっちゃ高いキラーだと思うんだけど、この間のオーバードライブしにくくなったナーフが正直思ったより響いてて、あれなかったら A にいてもいいと思うんだけど、かなりきついですね。全然オーバードライブできない上に、オーバードライブしてもチェーンソー2、3回ミスったらその場で終わっちゃって、またたまにのすごい時間かかるんで、そんなことやってると、一瞬で試合終わっちゃうからね。まあ、移動はできるけど、弱い時のウィリーに近い評価になっちゃったかなっていう気がしますね。軽量チェーンがナーフされちゃったのも正直痛いです。でハグも、まあ、爆発力はあるし、全然いいキラーではあるとは思うし、僕は好きなキラーなんですが、まあ、やっぱり罠を手で消せるようになったことがずっと響いてるかな。対策がちゃんと分かってる人たちに、担いでる時の罠消し対策とかされた上で、救助の時にちゃんと足元の罠消すみたいな対応されると正直できることがほとんどないです。かなりきついと思います。ピックとスカルマちゃんとですね、今井さんはこの辺にいるのはまあ探知不可だけで一応奇襲はしやすい。だけど、まあ、チェイス力が別にないので、この辺って感じかな。三角トリックスターは、チェイス力で言うとこの2人はあるんだけど、この2人よりはあるんだけど、まあ接近に気づかれやすいので、距離取られるところから始めて2発当てるっていう意味でいくと、正直まあこの辺のキラーに比べるとだいぶチェイス力が低いかなと思うので、C に置いてます。三角は理論値はすごい高いキラーなんで、まあ、地獄の圧めちゃくちゃ当てるの上手い人だったらティアもっと上げてもいいかなと思うんですが、まあ、僕はそこまで上手くないんで、この辺に置いてますかね。で、D の子たちは正直、まあ、もうちょっと改善が欲しいなっていうキャラたちですかね。ゼノモーフは、能力、やってること自体は強いんだけど、トンネル生成も結構わけわかんないところに湧くことが多かったり、あとあまりにも火炎放射器が強すぎるかな。タレットを置かれるだけでほぼ無能力、後半になってもタレットが板1枚と同じぐらいの役割を果たすんで、一生チェイスきついっていうのが、まあ良くないとこかなと思います。で、リージョンは、まあさすがに決定打にかけすぎるかな。一撃は入れれるけど、その後徒歩でチェイスしなきゃいけないキラーにしては、今マップが強すぎる。正直かなりきついと思います。で、ダウン取れたとしても、ピックとかと違ってその後の遅延力がないので、まあかなりきついキラーかな。トラッパーも、もちろん爆発力はあるんですけど、罠分かりやすいマップ多すぎだったり、アドオンも高レア持ってく前提でもやっと踏んでくれたら戦える。1試合に、まあ、4、5回踏んでくれないと正直話にならんかなみたいなキラーだと思うので、まだまだティアは低いと思います。ナイトメア君は能力早くリワークしてください。1月かなリワーク予定だったと思うので、昔のフレディでもいいから、別に強くなかったけど面白かったしね、フレディ感あったんで、早くリワークしてほしいなと思います。貞子は、まあ、チェイス力が皆無なのと、対策されたら何もできないっていうね、ビデオちゃんと撮ってテレビ消されるとできることがほぼない。
呪いも全然たまらなくなっちゃって、正直自殺なんて夢のまた夢みたいな感じなんで、小学校とかギレオンとか引ければ戦えると思うんですけど、ちょっとさすがにきついマップの方が多いかな。はい。で、チャッキーですね。グッドガイは、先日の弱体化が正直アジア圏としては衝撃。海外評価だとなんかもともとこの辺だったらしいんですけど、アジア圏のチャッキーの評価ずっとこの辺ですね。で、前のクールタイムが10秒になった時で、やっとこの辺に入れてもいいかなっていうキラーだったと思うんですけど、正直今ここかな。駆け抜けも全然できなくなっちゃって、切り付けの速度も落ちちゃって、それでいてクールダウンもなんなら最初に近いというか、全然帰ってこなくなっちゃったというところで、ほとんど強みのないキラーになってしまって、面白みもないんで使って楽しくもないですし、いらないナーフだったなと思います。アジア圏的には。ゴーストフェイスは、この人もね、別にマップによっては強いマップはあるんですけど、やっぱ決定力に欠けすぎるっていうところと、あと扱いがちょっと他のキラーと一人だけ異質で違うので、難しいかなっていうのも含めて、かなり下の方のティアに置いてます。はい。というわけで、アジア圏のサーバーでプレイしている9000時間プレイヤーの僕のキラーティアリストでございましたが、皆さんはどう思いましたでしょうか。もちろん個人的な主観なので、全然みんなの意見は違うと思いますし、特に自分が得意なキラーはもっとどんどん上に上がると思うんですけど、あくまで僕の評価はこんな感じというところですね。皆さんの感想もぜひコメントにいただけたら幸いでございます。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。